はい、皆さんこんにちは、高井です。本日は2024年3月29日です。現在僕がいる場所は福岡空港です。本日は東京で開催されるネクストアイドルグランプリ2024を見に行くために、現在福岡空港に来ています。飛行機に乗り、東京羽田空港へ、そしてイベント開催地である東京ドームシティホールに向かいます。ネクストアイドルグランプリは HKT48 や NMB48 など、日本でも非常に有名なアイドルグループだけではなく、今勢いに乗っているアイドルグループも含め、多くの人気アイドルグループが参加をする年に一度のイベントです。イベントそのものはもちろん、今日一日の旅風景も楽しんでくれると嬉しいです。現在時刻は朝の8時ですけど、早朝までは雨が降っていました。しかし今では天候も回復した模様で良かったです。ご存知の方も多いとは思いますけど、福岡空港は滑走路が1本しかありません。そのため同時に発着陸できる飛行機も1機までということになります。奥の方を見てもらったらわかると思うんですけど、2本目の滑走路が作られようとしています。将来的には滑走路を2本で運用していく形になるそうです。ちょうど今 ANA の飛行機が離陸しようとしています。先ほどの飛行機が着陸してから次の飛行機が飛び立つまで1分も時間はありません。それだけこの福岡空港のスケジュールが非常に忙しいことがよくわかると思います。実際にこの福岡空港は日本で最も忙しい空港だと言われています。さて話を戻しまして、今から東京羽田空港に向かいます。しかし一つ気になることがありまして、福岡空港はご覧のように非常に晴れてはいますが、現在の東京は雨が降っています。僕は今から9時発の ANA の飛行機に乗っていくんですけど、条件付き運航の発表がありました。天候が悪ければ福岡空港に引き返すとのことです。ただ僕は年に何回か飛行機でいろんなところに行くんですけど、条件付き運航は基本的に特に問題なく着陸することが多いです。なのであまり心配はしていません。雨も午前中は降るみたいですが、午後からは晴れる予報です。イベントそのものは午後から行われるので、そちらも特に問題はありません。はい、それでは東京羽田空港到着しました。条件付き運航ではあったんですけど、無事に着陸することができました。東京は思ったよりもかなりの大雨で風も強く、あれだけ天候が荒れていても着陸ってできるもんなんですね。飛行機の運転手の技量には非常に驚きました。現在時刻あと少しで11時です。到着予定時刻約20分ほど遅れましたが、むしろこの20分の遅れは僕にとっては非常にありがたいです。この雨は12時まで続きます。13時頃から天候が回復するみたいなので、僕にとってはありがたい遅れです。今からの予定はとりあえず秋葉原駅に向かいます。ちなみにこちらのモノレールは HKT48 がイメージキャラクターをやっていた時期もありました。当時は東京モノレールに乗るためだけにわざわざ遠回りになることが分かっていても、東京モノレールに乗っていた時期もありました。浜松町までの直通の電車が11時9分に出発するみたいなので、その電車で浜松町、そして秋葉原駅に向かいたいと思います。浜松町駅にやってきました。今の時刻は28分です。約20分ほどで羽田空港から東京都心である浜松町に来ることができました。そして今この電車は折り返しまた羽田空港に向かいます。2分も経たないうちに羽田空港へ折り返し出発していきました。20分で羽田と浜松町を往復できるので非常に便利です。秋葉原駅到着しました。雨は少し止んでいますね。風は非常に強くて天候はいいとは言えませんが、雨はほとんど降っておりません。午後からは天気が回復する見込みなので、この強い風も少しずつ収まってくるのではないかと思います。イベントが10時過ぎからスタートするので、あと2時間ほど時間があります。秋葉原といえばオタクの街、フィギュアとかアニメとかカードゲームとかいろいろジャンルはありますけど、その中の一つにアイドルがあります。秋葉原のアイドルといえば AKB48。その AKB48 の劇場がこの秋葉原駅から歩いてすぐの場所にあるので、今からそちらに向かいたいと思います。AKB48 劇場は2024年9月1日をもって一度改装工事が入ります。2005年に AKB ができてからずっと同じ劇場で劇場公演を行ってきました。劇場内も老朽化し、様々な設備が古くなりました。そういったこともあり、今年の9月1日をもって一度改装工事に入り、AKB48 が誕生した12月8日に新公演とともに劇場がオープンするようです。本日は改装前の AKB48 劇場、その周辺を見に行きたいと思います。AKB48 劇場はビッグカメラを越えたその先にあります。さすがは東京、そしてその一等地でもある秋葉原ということもあり、とんでもない混雑状況です。本日は平日ではありますが、それでも多くの人が集まり混雑しています。福岡でここまで混雑するのは祭りの時、もしくは休日の時ぐらいしかありません。また博多や展示など場所も限られます。しかし東京はどこに行ってもこれぐらいの混雑が当たり前です。AKB48 の姉妹グループはそれぞれ名古屋、
大阪、福岡、新潟、そして瀬戸内とこれだけの姉妹グループが国内には存在してますが、 CD の売上枚数や人気メンバーの数、その他数字で評価できる項目のほとんどは AKB48 がダントツで1位です。その理由は様々ありますが、単純に東京に住む人の数が明らかに多いからだと思います。これだけの市場規模の中で AKB48 は約18年間今まで活動してきました。そしてこちら激安の殿堂ドン・キホーテ、この一番上最上階に AKB48 劇場があります。はい、それでは水道橋駅到着しました。東京ドームシティホールまで徒歩5分で行けますので、早速向かっていこうと思います。秋葉原から2駅離れた場所に水道橋駅はあります。イベント開催日ではありますが、その割には人は多くはありません。それでも福岡の休日の天神や博多並みに人はいますけどね。そしてこちらが東京ドームシティホールです。本日のイベント会場です。この場所で多くの有名アイドルグループ、そして今勢いに乗っているアイドルグループがライブを行います。思っている人はいないらしいです。むしろ雨の方が多くなってきました。こんな感じで雨が降っているのがわかると思います。この辺りは幸いなことに雨宿りできる場所がたくさんあるので大丈夫だとは思いますけど、福岡にもイベント会場はたくさんありますが、意外と雨宿りできる場所は少ないので、福岡に行ってイベントを楽しむ方は雨が降った時の対策を絶対にしておいた方がいいです。東京はそのようなことはないので、その点はいいですね。東京はとにかく時間を潰せる場所が非常に多いのが一つのメリットです。福岡ではイベント会場の周辺にそこまで飲食店などは多くないので、時間を潰すのに苦労しますが、東京はどんなイベント会場に行ってもイベントの空き時間に困ることはほとんどありません。イベント開始の約30分前です。今から HKT48 のライブが開催されます。個人的に気になるのはどれぐらいファンの人が来ているかどうかです。 HKT は福岡を拠点にしているので、それに本日は平日なのであまり多くのファンの方が来ることはないとは思いますが、その代わりここは東京なので HKT のファンではない他のアイドルグループが好きなファンの方がこのイベント会場には来ます。そんなファンの方に HKT48 というグループをアピールできれば今回のライブは大成功と言ってよいと思います。そんなライブの出演メンバーは秋吉ゆかちゃん、石橋いぶきちゃん、市村愛理ちゃん、伊藤ゆえるちゃん、今村まりあちゃん、川平ひじりちゃん、栗原さいちゃん、栗山里奈ちゃん、酒井萌香ちゃん、坂本里乃ちゃん、竹本くるみちゃん、田中いおりちゃん、地頭江ねねちゃん、豊永あきちゃん、松岡花ちゃん、山下エミリーちゃん、以上のメンバーです。ご覧の通り4期生そして5期生は全員出演します。4期生はシングル選抜の経験が多いメンバーばかりなので全員が揃うことはよくありますが、5期生が全員出演するのは非常に珍しいです。正直5期生はコロナの影響などをもろに受けて HKT の前期の中では最も不遇な期だと言わざるを得ませんが、そんな数少ないチャンスが本日回ってきました。それでは時間ですので今から HKT48 のライブを見に行きます。HKT48 のライブが終了しました。先ほどは大雨でしたが、むしろ晴天と真逆の天気になっています。そろそろ4月なので桜の時期です。今回の HKT48 のライブのセットリストは新生活、そして桜をイメージしたライブでした。また5月に卒業する坂井萌香ちゃんの10年桜センターも非常に良かったです。同期の地頭江ねねちゃんも HKT48 の中心メンバーとして今回のライブを盛り上げてくれました。いつもあまり外のライブに出ない5期生もそれぞれ特徴を出しつつ今回のライブを楽しんでいました。特に栗山里奈ちゃんのツインテールは非常に印象に残りました。おそらく HKT のファンではない他のアイドルグループのファンの方にも記憶に残ったライブ、そしてメンバー一人一人が目立っていたと思います。今から2時間後に NMB48 と Not Equal Me のライブがあります。この時間を使って簡単に食事に行こうと思います。せっかく東京旅行に来たわけですから東京のグルメを堪能したいところです。しかし東京だけしかないグルメって意外とないんですよね。大体は全国チェーン店しかありません。そういうことでいろいろと考えた結果、すぐ近くの
のゴーゴーカレーに行きたいと思います。僕は何回も東京に足を運んだことがありますが、東京らしいグルメを食べようと思っても、結局全国チェーンのどこでも行けてしまう飲食店に入ってご飯を食べることがほとんどです。逆に東京らしい食べ物って何かあるんですかね。もしも知ってる方があればコメント欄で教えてください。ゴーゴーカレー食べてきました。マヨネーズをかけて食べるのがカレーとすごく合っていいんですよね。癖のある味にさらに味の濃さが追加されて、非常に後味がいいカレーになります。ここにさらにビールが加わるともう最高なんですけど、ライブを見に行くのでビールは飲めませんでした。この道を通るとすぐに東京ドームが見えます。本日はオープニング戦がある日らしいです。多くのファンの方が東京ドームに来ています。東京ドームといえば建物の広さや大きさなどを例える時によく使われていて、東京ドーム何個分とかその基準となっているのがこの東京ドームです。僕は正直東京ドーム何個分とか言われてもいまいちピンとこないんですけど、本日はオープニング戦ということもあり、多くのファンの方が集まっています。もしも本日の天気が午前午後で逆だったら果たしてどうなっていたのでしょうか。天気が回復してよかったです。それでは今からライブを見てきます。NMB48 と Not Equal Me のライブが終了しました。今18時過ぎてますけど、今度は外は真っ暗です。初めにここに来た時は大雨、強風だったのに対し、HKT48 のライブを終えた後は晴天、そして NMB48 と Not Equal Me のライブを終えて外に出た後は薄暗く日が沈んでいます。まず NMB48 ですけど、非常に盛り上がる曲が多くて、メンバーについて詳しくない僕でも楽しむことができました。また5月29日に新シングルも発売されるということで、29枚目ということです。 HKT48 はまだ17枚ですので、かなり NMB48 はシングルを出すスピードが速いということです。すなわちそれだけ CD が売れるということ、つまりそれだけ人気があるということです。ライブがメインですので MC などはほとんどありません。 NMB48 の昔から良いところと言われている面白さ、トーク力の高さが今回のライブではあまりよく分かりませんでした。それがよく分かるのはおそらく劇場公演だと思うので、今度は NMB48 の劇場公演に行って MC 中のメンバーのトークも楽しみたいと思いました。幸いなことに福岡と大阪はそこまで離れていないので、行こうと思えば気軽に行くことができます。機会があれば動画を出してますので、その動画もご覧ください。そしてその後に Not Equal Me のライブがありました。まずライブそのものよりもファンの方の熱気の凄さに驚かされました。前列を牛耳っていた絶景集団、大声でコールを叫び会場全体に声を響かせていました。間違いなくライブの熱気は Not Equal Me が圧倒的にナンバーワンでした。会場のほとんどのファンの方が Not Equal Me のファンの方ではないかと思ってしまうほどでした。しかし今回このライブに来たファンの人の数は Not Equal Me よりも HKT48 の方が多いことが分かりました。会場に入る時にチケットの半券を自分の推しグループの箱の中に入れるんですけど、その箱の中を確認してみると HKT48 が一番多くそのチケットの半券が入っていました。残念ながらファンの熱気では Not Equal Me には及びませんが、ファンの人の数で言えば HKT48 の方がまだまだ多いことが分かりました。一応スタッフさんにも確認をしたんですけど、 HKT48 そして NMB48 が一番多いと言っていました。最近は48グループ全体の勢いが衰え、前世紀と比較されることが多いですが、それでもまだまだ国民的アイドルグループ、そしてトップアイドルグループの一つなんだなと今回このライブ会場に来て感じました。さらに2時間後に今度はフルーツジッパーのライブがあります。フルーツジッパーのライブが始まるのが20時15分、終了が20時45分です。そして羽田空港初の便が22時からです。飛行機には保安検査場通過時間というものがあります。20分前に保安検査場を通過しないといけないので、実質1時間も時間がありません。つまりこの場所から1時間未満で羽田空港に到着しておかなければなりません。おそらくライブ終了後は撮影するまでもなく羽田空港にダッシュすることになります。22時発のスターフライヤーに乗り北九州空港に向かいます。福岡空港ではありません。福岡空港には門限があります。これは福岡空港の立地が大きく関係しており、市街地から非常に近いため騒音の都合上22時までにしか着陸はできません。つまり22時発の羽田空港初の便では福岡空港に着陸することはできないわけです。22時に羽田を出発したスターフライヤーは23時40分頃に北九州空港に到着予定です。その後博多駅までのバスがあるので、そのバスに乗り日付が変わった頃に到着します。北九州空港を利用することで22時まで東京で遊ぶことができます。料金も非常に安いです。1ヶ月前から予約すると約1万円ほどで羽田空港から北九州空港まで行くことができます。それではフルーツジッパーのライブを楽しんでいきます。
はい、それでは羽田空港やってきました。羽田空港第一ターミナルに時刻21時34分に到着しました。フルーツジッパーのライブ終わって全力ダッシュで予約していたタクシーに乗り、ここまで送ってもらいました。そのおかげでなんとか45分ほどでここに来ることができました。こちらの保安検査所を通過してギリギリここに来ることができました。いつもこの辺りは人でいっぱいになるはずなんですけど、ほとんどは従業員の方だけになってます。もう22時発、しかも北九州空港行きの便なので、これだけ人がいないのもうなずけます。さて僕が乗るのはスターフライヤーです。乗り場が変更になったみたいで、予定の乗り場ではなかったので少し慌てましたけど、偶然どうにかなりました。さてそろそろ入場案内があると思うので今から向かおうと思います。こちらの乗り場らしいんですけど、これバスラウンジって書いてあるんで、飛行機あるところまでバスで移動するんですが、人もほとんどいませんね。あそこですね、84です。時間には間に合うはずなので特に問題ないと思います。ほとんどの人はバスで移動しているみたいです。今から22時発の北九州空港行きの便に乗っていきます。バスに乗り込んだんですけど、大勢の人がいるかなと思ったんですけど、僕も含めて4人しかバスには乗っていません。逆にもしかしたら早く来すぎてしまったのかもしれません。バスを利用して飛行機がある場所に向かいます。この辺りが痛いところですね。ANA とか JAL、スカイマークなどは直接飛行機に乗り込めるんですけど、 LCC、例えばピーチとかそういった飛行機はバスで移動する時間があるので、そこが少し不便なところです。トイレに行く時間などもある程度限られると思うので、今回の僕みたいにギリギリに空港に来るのはやめた方がいいですね。また同じ理由で荷物を多く持ちすぎるのもあまり良くないです。奥には JAL の飛行機が見えます。 JAL の飛行機から乗客の方が連絡機を渡っています。この時間帯ですので、主要空港のうちのどこかからここに来たものと思われます。現在時刻が21時44分です。22時離陸の予定なので、そろそろバスは動いてもいい頃だと思います。僕が乗る飛行機は運転席の隣にある画面の通りスターフライヤー95便北九州空港行きです。この飛行機に乗ることで23時50分に北九州空港に到着できます。現在時刻21時55分です。出発予定時刻5分前にバスが移動開始しました。すぐ近くにライトが見えます。おそらく誘導灯だとは思いますけど、夜暗い時に飛行機を誘導するためにあのような光が点灯しているものと思われます。すぐ隣には ANA の飛行機が見えます。そしてこれはちょっと初めてですね、謎のトンネルに入っていきます。バスでトンネルを通って飛行機がある場所まで移動するのは初めてです。すぐ近くには大きな ANA、そして JAL の飛行機が見えます。バスでの移動は確かに不便ではありますが、巨大な飛行機を近くから見ることができるのは一つのメリットだと思います。スターフライヤーの飛行機が左側に見えると思います。今画面の中央に見えているこの飛行機に乗り込むようです。現在時刻23時55分です。1時間50分で北九州空港にたどり着くことができました。いやー、本当に早い。博多駅から大分駅に電車で行くよりも早いです。そんな短い時間でこの北九州空港に来ることができました。ただまだ油断はできません。ここから福岡市内に戻らなければなりません。この北九州空港からは博多行きのバスが出ています。博多行きのバスは24時5分からこのバス停から出るようです。また小倉行きのバスは24時15分に出る予定です。北九州空港への着陸予定が23時50分なので15分程度しか時間はありません。今の時刻がちょうど24時なので、あと5分で博多行きのバスが出発します。バス停の乗り場の場所は4番博多駅天神行きの記載があります。今からこのバスに乗り1時間半ぐらい時間をかけて博多駅に戻ります。博多駅到着しました。北九州空港から約1時間半、そして2000円の運賃でここまで来ることができました。現在時刻が夜の1時27分です。これが夜の深夜の博多駅です。思ったより人はいるんですね。タクシーも2台ほど止まっていますし、人もそれなりにいるようです。完全に夜の博多駅がここにあります。非常に大変ではありますけど、本日の朝9時から飛行機に乗って福岡空港から羽田空港に向かい、電車を乗り継いで秋葉原駅に、そして改装前の AKB 48劇場を見に行きました。その後は本日のイベント会場である東京ドームシティホールに向かいました。猛ダッシュで羽田空港に向かい、北九州空港に到着。最後はバスに乗ってこの博多駅まで
戻ってきました。以上で本日のスケジュールが無事に終了しました。最後に深夜の博多駅を見ることができたのもまた貴重な経験でした。 Vlog 感覚で楽しく見てくれたのであれば幸いです。本日は HKT48 のおしゃべり会が行われるので、またこの博多駅に来ます。その動画も投稿しますのでチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴いただきありがとうございました。